さりげなさを通り過ぎてものすごい主張、パワフルでシルキーでトルキーです。もうこれこそがアルピナの真髄。マフラー4本出しです。本当にこのシートすごい、全然疲れない。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日ご紹介するのはこちら、 BMW アルピナの D3S ツーリングです。今年2025年はこのアルピナのラストイヤーと言われています。なぜなのか、その理由はですね、動画内でご説明していきますので、まずはですね、内外装と使い勝手編、ぜひご覧いただけたらと思います。それではチャンネル登録と高評価で応援してください。それではですね、フロントフェイスからいきたいと思います。こちらキドニーグリルの中が通常の BMW モデルと違うんですよね。こちらがですね、縦フィンに変更されているのがこのアルピナの特徴です。またですね、こちらベースとなるのが3シリーズということなんですけれども、 D3 になってくるとこの縦グリルと、それからエアロがやっぱりすごいですよね。基本的にはですね M のグリルをベースにしているんですけれども、それにさらにですねアルピナのグリルが追加されているといった形になります。このアルピナの文字がさりげなさを通り過ぎてものすごい主張。こんな小さいところにあるのにね、ここに文字が入っているだけでおっていうね、ちょっと違う感っていうのを出しています。このインテークのところのワイド感というのがやはりスポーツモデルらしい設置感というのを感じさせるんですけれども、実はアルピナハイパフォーマンスなだけなモデルじゃないんですね。こちらの方はぜひ走りの方をご覧いただきたいと思います。さあ、こちらのですね D3 はこの新しい世代の BMW のフェイスリフト5のモデル、一つ前のモデルになっております。それがベースになっているんですけれども、そちらのライトの衣装を継承しています。青いライトが入っているのはエフィシエンシー、環境に対する性能というのをアピールする BMW のデザインの一つでもあります。さて、アルピナならではの特徴としては、こちらの長いボンネットの中に入っているエンジンがあれなんです。さあ、というわけでですね、 BMW には設定のない直録のディーゼルが搭載されています。こちらもちろんガソリンエンジンモデルもあるんですけれども、今回お借りしたのがこの6発のディーゼルということで、やはりですねこの直録のディーゼルが欲しくてアルピナを買うという方も一定数いらっしゃるんじゃないかと思います。めちゃくちゃパワフルでシルキーでトルキーです。さて、このエンジンルームの中に補強がしっかりなされているというところも特徴かなと思います。この辺ですね。さて、このエンジンルームの先の話になるんですけれども、 ZF 製の8速のトランスミッションが搭載されています。という意味では BMW モデルと同じなんですけれども、でも違うんですよ。こちらですね、高トルク型のトランスミッションに変えられておりまして、 V8 とか V12 用のものに置き換わっているんですね。というわけでマッチングが本当にすごいです。何がすごいかというのは、ぜひ試乗編を楽しみにしてください。さあ、それではサイドビューになります。めちゃめちゃ綺麗ですよね。さすがツーリングっていう感じなんですけれども、もちろんですねこの D3 にはリムジンね、セダンタイプもご用意されてますが、今回ですね私東北まで走るということもありまして、ツーリングワゴンをご用意いただきました。めちゃめちゃ荷物詰めます。本当にねプラスアルファのこのスペースがすんごいんですけれども、やっぱり居住空間もすごくて、ちょっとですねセダンとこのツーリングではですね味が違うんじゃないかと思うところもありますので、こちらの方はですねお好みに合わせて選んでいただけたらと思います。サイドビュー通常のですね、この BMW の3シリーズとあんまり変わらないんですけれども、前にですねエアロがあることによって横も非常にスタイリッシュに、そしてワイド感が出ているような気がしてしまいます。またですねこのアルピナの特殊なこのデカール、こちらもですねボディの長さというのを感じさせるいいアクセントになっています。めっちゃ綺麗です。アルピナというブランド、あんまりですねその主張というものをしないんですけれども、こういったデカールを選ぶことによりまして、やはりアイデンティティというのを表現できるような気もします。はい、そしてこちらのタイヤとホイールです。もうこれこそがアルピナの真髄と私は思ってるんですけれども、この20本の美しいスポークの入りましたシンプルなホイールです。これ実はですね93万円を超えるオプションなんですけれども、通常は19インチが入ります。なんですけれども、なぜそんな値段がするのか。今回この真ん中にですねキャップが入ってるんですけれども、これ中空になっていてめちゃくちゃ軽いんですよね。さあ、ということもありまして、非常に手の込んだ美しいホイールです。なんですけれども、少しダストがやっぱ気になりますね。ちょっと走っただけなんだけど。さあ、ちなみにブレーキパッドなんですけれども、これですね7シリーズ760とですね互換性があります。さあ、それではリアビューです。
こちらツーリングですので、ツーリングらしいアクティブなリアビューになっております。ここに D3S と入っている以外はですね、あとはここにアルピナと入っている以外はですね、上の方にはあんまり変化はないんですけど、やっぱりここですよね。はい、楕円のマフラー4本出しです。そしてリアのですねディフューザー形状もしっかりと立っていて、ここすごく主張が強いです。この足元、このリアエンドのおかげでですね、非常にリアビューがスポーティーに見えている、ここもアルピナらしさかなと思いますが、ただスポーティーなだけじゃないんですよ。私のリモアのスーツケース入れてもなおこの広さ、正直ですね、広すぎて私この荷物ここに入れると滑っちゃって大変でした。ツーリングは荷物が積めるというのがやっぱり一番大きなね利点だと思うんですけれども、それにしても広すぎる。しかも左右にですね結構タイヤハウスの後ろ側がえぐってあって、やっぱりねリアが少し延長されておりますので、これゴルフバッグ横に普通に積めちゃうんじゃないでしょうか。さあそれではインテリアです。さあご覧いただいたように起動の画面はアルピナに変わっています。これこそアルピナと BMW の関係性の強さというのを表していると思います。こちらの世代からですね BMW の3シリーズの刷新に合わせましてデジタライゼーションがなされています。今の世代 X3 からまたさらに新しいね OS9 になりましたけれども、こちらその一つ前ではあるんですけれども、このようにですね Apple CarPlay も普通に使えまして非常に便利です。非常に美しいというところもあると思います。大きいですよね、もうね画面が。はい、そしてこちらの画面なんですけれども、このように今ねカープレイとつながっているので、中のインフォメーションがこれになってますけれども、実はこの中のインフォメーションが結構簡単に変えられます。レイアウトもこのトグルとですね、このダイヤルのスイッチとそれから左右のボタンでですね、このように結構ドラマチックに大きく変わっていきます。でヘッドアップってありますけれども、これはですね実はここにヘッドアップディスプレイが見えにくいんですけど、ここにありまして、これの表示もですねこの中でいろいろと変えることができるといったようなものになっています。でさらにこのコンテンツっていうのを選べると、コンテントですけどね選ぶと、例えば G センサーであるとか、それからはい、このマップを表したりとか、それからインフォテイメント、インフォメーションであったりとか、あとはですねこのように走行を選べたりもしますね。すごくないですかこの距離ね。でこういう感じなんですけれども、燃費の話はですねまた走行の時にしていきたいと思います。さあそしてですねアルピナならではのこのようなですねエンブレムが随所に入っているというのも非常におしゃれです。中もこのようにカーボンが多用されておりまして、非常にレーシングなんですよね。ここは開くと、はい、ドリンクホルダーになっておりまして、非接触充電と、これはタイプ A の USB が入っています。あとはシガーソケットといった形で、ここを開けるといろいろとごちゃごちゃするんですが、閉めるとすごくシンプルにすっきりするといった感じです。それからですねここですね、この世代からですね実は BMW の3シリーズはトグルのスイッチになりました。シフトノブがなんですけれども、このアルピナに関しましてはこのシフトノブがそのまま踏襲されております。非常にねこちらの方は直感的にも使いやすいですし、またシーケンシャルとして使える、BMW は前がマイナス後ろがプラスと、ちょっと他のメーカーと逆なんですけれども、そういったシーケンシャル機能も使えると。でこの辺のですねインターフェースもまた新しい世代はなくなったりとかしているんですけれども、この世代ギリギリ残っていて、私はこのね操作系がすごく好きなので、好きな人はねこれで買えるよという感じですね。そしてこのプレートですよ。これこそがやっぱりね、はい、アルピナを買う理由のうちの一つだと思うんですけど、このプレートがあるないで大違い。もうこのユニットはこのプレートのためにあると言ってもいいぐらいのデザイン性の高さになっております。はい、であとですねシートも実はアルピナ専用品になっておりまして、本当にこのシートすごい、全然疲れない、めちゃくちゃ座り心地がいいです。その体の座りもいいです。ただ私的にはここがですねちょっと長いんですけれども、フットボックスが浅いのであんまり長さも感じないんですよね。すごい不思議なシートでした。それからですねこの世代からアルピナがちょっとね太くなりました。これはM ほどではないんですけれども、この ADAS 系のボタンの都合上ですね、今までのアルピナの細いしなやかなねステアリングではなくて、これを使わざるを得なくなったということがあるんだそうですけれども、ここもですねアルピナカナーで上はブルー、それから下はグリーンのステッチが入っていて、慣れますけど太いのは太いですね。そしてこの今回の仕様に関してはルーフも私のはついてました。すごい長いルーフです。外アブだらけなのでもう開けませんけどね。
さあそれではリアシート行きたいと思います。ドアも大きいですし、またもうインテリアが真っ白なのでとっても乗ってて気分がいいです。スピーカーはですねもちろん前後ともになんですけどもハーマンカードが入っているので、この静けさと相まってですねオーディオルームのような静粛性を感じます。入ります。足元にアルピナのこのバッジもあります。広これが私のドラポジのまんまで、こんなに膝前があります。さすがっていう感じですよね。ちょっと改めてこの3シリーズのツーリングの実力っていうのを思い知るんですけど、このシートのおかげでなお一層伸びやかな空間というかね、広がりを感じる、そんな後部座席になってます。はい、実際に乗ってみるとこんな感じですね。すっごい広いですよね。で、ヘッドクリアランスもなかなかといった感じです。ここにガラスルーフがあるので少しユニットがポコッと膨らんではいるんですけれども、私の頭上はもう完全にもうちょっとえぐられていてかなりのゆとりを感じます。はい、シート自体はですね、ドイツ製らしいというかね、非常にかっちりしていて、背中もですねしっかりと面でホールドするような内圧性の高さっていうのを感じさせるようなシートになってます。とにかくですねシアターレイアウト風にもなっていまして、前のシートもしっかりと大きなサイズではあるんですけれども、そんなに圧迫感を感じないといったような感じ。これは車腹を生かしてると思うんですけれども、この真ん中のコンソールボックスの部分が非常に大きく開いているので、こうやって見ていただく以上にこう見た方が広がりを感じるかもしれません。十分です。そしてやっぱりね、この明るい色の内装飾、すっごく開放感もありますし、また圧迫感も感じないっていうね、エレガンスもありますしね、とってもいい組み合わせですよね。このグリーンと内装飾ホワイトっていう組み合わせはもう本当王道というか、これがあったらいいなと思うようなね憧れの組み合わせでもありますよね。自分でできる、簡単、早くて効果抜群、ダイヤモンドプラス、シラさん50です。全然ツルツル。はい、というわけで今日はこちら BMW のアルピナ D3S ツーリングお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。もう率直にかっこいいですし、この後ねブランドが存続するにしてもですね、商標が変わってしまうということでですね、アルピナラストイヤーとなっております。その走りが本当にすごいので、この後にお届けする一般道試乗編ぜひご期待ください。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆきでした。バイバイ。